鉄鎮工房へ、ようこそおいでくださいました。今回は、アルコールランプ、漏れない密封式、を、お届けします。アルコールランプって、大抵こんなのをイメージしますよね。これ以外にも、アルコールランタンとして、キャンプなどで使われたり、インテリアとして、お部屋などでも使われています。明るさは、ろうそくや、オイルランタンにはかないませんが、アルコールの特徴として、黒いすすが出ないのが良いところです。ただし、アルコールは、危険物であり、安全に取り扱うには、多少知識が必要ですので、ちょこっとだけ説明しておきますね。アルコールで、一般的に手に入るのは、燃料用に使われる、メチルアルコール。消毒などの医療用途や、お酒にも含まれているのが、エチルアルコール。これらは、危険物第4類の、アルコール類に分類されています。これらを販売する事業者は、SDS、という文書を、作成して、開示しなければならない法律があります。その SDS から、重要な情報を、一部だけ抜粋しました。まず、メタノールですが、引火点は、12度 C。室温で簡単に引火します。爆発範囲は、空気中の可燃性蒸気の比率で、上限と下限の範囲内で爆発的に燃焼します。蒸気密度は空気より少し重いので、ゆらゆらと床に溜まっていきます。毒性は、いろいろ怖いことが書いてありますね。次に、エタノール。引火点は少し高く、14度 C。爆発範囲は、少し狭いです。蒸気密度は重く、溜まった燃焼ガスに火がつくと、床を走るように一気に火がつきます。毒性は、お酒好きの方は、よくご存知でしょう。ということで、危険なものを扱う、という認識のもと、密封式の、アルコールランプを製作したいと思います。今回、使用する材料は、スキンクリームが入っていた空き瓶。アルミ缶の底の部分。アルミの針金が1メートルほど、これは直径1ミリのものを使用します。アルミ板、厚さは適当で良いですが、手元にある1.5ミリ厚のものを使用します。アルミパイプ、これも適当ですが、手元にあるのは直径5ミリなので、これを使ってみます。最後に、カーボンフェルト。使用する工具は、ご覧の通りです。製作条件として、使用するのはアルコールなので、運搬中に漏れたり、揮発しないように、密閉型にしたいと思います。また、異金属腐食を防止するため、使用する金属は、アルミだけを使用することとします。それでは、製作に入ります。本体は、これ。スキンクリームが入っていた空き瓶です。きれいに洗っておきました。実際に使用する時のイメージです。アルミ缶の底を切り抜いて、瓶の中に入れ、アルミ針金で作ったバネを、その下に忍ばせ、瓶のキャップを外した時、ビヨヨーンと伸びて、芯が飛び出る仕組みです。それでは、管底を切り出す前に、中心に印をつけておきます。空き瓶の口より、少し大きめに切り出した管底に、4ミリ程度の穴を開けます。先に穴を開ければよかったかな。はい、内蓋を兼ねた、新固定台ができました。次に、ビヨヨーンを作ります。本当は、男性がアルピアの線で作りたかったのですが、鉄とアルミが常に接触している場合、水分があると、アルミが腐食するため、アルミ針金で、ビヨヨーンを作ります。小さいと、縮めた時に復元しないため、なるべく大きなバネにします。小さめのスプレー缶が、瓶の内側にちょうどよく入りそうなので、これに巻きつけていきます。長さは1メートルほどでしょうか。ちょっと心配ですが、瓶の中に入れてみます。新固定台も入れて、ビヨヨーンとなるかどうか、確認。まあまあ戻りますね。確認できたところで、次は、太さ5ミリのアルミパイプを使って、芯を挿入するノズルを作ります。
アルミパイプの先端にネジを切り、固定台に挿入して、裏側をナットで固定します。これは、パイプカッター。綺麗にパイプをカットするのに便利ですよ。これを使って、瓶の蓋が、ギリギリ閉まる長さにカットします。針がいっぱいあるので、ヤスリで綺麗に整えておきましょう。新ノズルの完成です。最後の部品は、さっきのノズルに合う、ナット。これもアルミで作ります。厚さが、1.5 ミリのアルミ板を使いました。自作の、アルミ製ミニバイスを使って、アルミ板を固定し、穴を開けます。開けた穴に、タップを立てます。ちゃんと、ネジが合うかな？オッケーオッケー。このノズルがきっちり入るように、固定台の穴を微調整。ペンチで、余分な部分を切り取り、ナットを完成させます。必要な部品が、すべて揃いました。芯の材料は、耐熱性がある、カーボンフェルト、というものを使います。溶接や、グラインダーの火花を受け止めるもので、約1000度の耐熱があります。なので、これを芯にすると、ほとんど減りません。完成。燃料は、家の中で使うので、毒性が弱い、エタノールを使います。横にしても、こぼれません。一度横にすると、内蓋の上に燃料が付着しているので、それに引火しますが、すぐに落ち着きました。それでは、いろいろ使って遊んでみます。緊急時の明かり取りはもちろんですが、寒い時に冷たくなった手を温めたり、ご覧のように、プラスチックを成形したりできます。すすがつかないのがいいですね。お次は、ドリップしたコーヒーの保温。沸かす時のアルコールランプは、火力が強すぎて沸騰してしまうので、このように小さい炎だと、ちょうどいい温度で保温できます。最後は、お酒はぬるめの勘がいい。魚は炙ったイカでいい。そうです、イカを炙ります。たくさん炙ってしまうと、顎が疲れて食べきれないので、欲しい分だけちぎって、炙ります。香ばしくて美味しいよ。他にも、エビの尻尾を炙ったり、干物や、チーズとか、マシュマロを炙って楽しむこともできますね。いかがでしたか？小さい炎が欲しいとき、普通はライターを使いますが、どうしても片手が塞がって、使い勝手が悪いです。もともと着火用ですからね。でも、小さい炎を固定できると、結構いろんな用途に使用できて便利ですよ。火災には、十分注意が必要ですがね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。鉄鎮工房に、また来てね。